こんにちは、朝日です。皆さんお久しぶりです。今ここはですね、西アフリカガーナのケープコーストという海沿いの町。今日日付は9月7日です。最後に動画を上げたのが多分2ヶ月くらい前なんで、もう本当に久しぶりの動画更新。たまたまここに住む日本人の方と出会いまして、で今そこに滞在させてもらってるんですけど、 Wi-Fi、電気、テーブル、こういうのがある環境っていうのも2ヶ月ぶりなんですよ。ここはせっかく滞在させてもらえるなら動画を1本上げとこうと思って編集頑張ってたんですけども、過去動画はね、素材が多すぎて、これはもう3日4日じゃ1本も作れへんなと断念したので、こういう形の近況報告、みんな久しぶりみたいな動画を投稿しようと思ってカメラを回しております。後ろに見えるのが世界遺産のケープコースト町で、いつかこの動画コンテンツもガーナ旅の一環として投稿しようと思ってます。で、本題いくつかあるんですけど、まず動画を上げられなかった理由、これは冒頭にもお話したように、電気とかテーブルとか Wi-Fi、椅子、こういう当たり前にあるようなものが全然なかった国々、それが西アフリカなんですね。行ってみて自分もびっくりしたんですけど、特にギニアビサウ、ギニア、シエラレオネ、リベリアあたりかな、本当に首都とか大都市ならそういうカフェとかあるかなみたいな感じなんですけど、もうサイクリングで旅してるんで、ほとんどそういう場所にいないんですよ。だから毎日ストップしたところが電気がない村とか、レストランとかカフェなんてないですし、そんな日々でして、カメラ、スマホの電源をゼロにしないことの方が優先っていう感じで、動画編集、パソコンを広げてどうのこうのどころじゃなかった。それは事実ではありますけど、でも今を思い返してみるとですね、結構自分のメンタル的な問題の方が大きかったかなと思ってます。カバンを盗まれたっていう5月にそういう事件があったんですけど、その後やっぱすごいショックで旅をやめようと思ったところから這い上がってっていう時期ですよね。動画編集するとね、一日何も動かずに座って作業し続けるっていうので、やっぱ気持ちとしてはあんま上がらないんですよ。それをやるよりもとにかく毎日走りたいっていう気持ちが強かったです。やっぱサイクリングしてたらポジティブなエネルギーがいっぱい出るし、それで行けるところまでまず進んでから動画だなんだっていうことは考えようかなっていう、そういうメンタルだったんちゃうかなって今ね、振り返ると思ってます。逆に今はちょっと動画頑張ろうっていう気持ちが増してきて今になんですよ。で、結局そのカバン盗難の後、今3ヶ月経ってみてどういう心境かというのをお話ししますと、やっぱり機材は再購入したいっていう気持ちがあります。サイドバッグもですね、とりあえずその時使えるような形のものをオーダーメイドして作ったんですけど、やっぱり本格的な仕様じゃないので、ところどころ破れてたりとか、いつ使用不能になってもおかしくないような状態に今なってるんですよね。で、こういうのもちゃんとした本格的なものを手に入れてスムーズに旅を進めたいっていう気持ちもありますし、あとドローンとかサブカメラ、あと今これ GoPro ですけど、この GoPro の予備バッテリーとかもない状態っていうのはやっぱり結構制限大きいし、スマホだなんだっていうモバイルバッテリーか、ああいうものもやっぱりちゃんとしたやつ、やっぱなかなか手に入らないですよね、こっちだと。調理器具もそうです。ガソリンストーブっていう、そういうどこでも火を簡単に起こせるものだったり、鍋だフライパンだっていうのが今最低限しかないんで、やっぱり自分が食べたいものとかっていうのも選択肢が広がった状態で旅をするっていうのは、メンタルバランスをキープする上でもすごく大事だなっていうのを実感してます。で、結局そういうものを買うためにはどうやってそれを手に入れるかっていう問題なんですけど、やっぱり西アフリカ、今いる場所からですね、飛行機に乗って一回ロンドンに、イギリスに戻ろうっていうのを計画中なんです。まずですね、西アフリカで路上でお金を稼げるかどうかっていうことなんですけど、音楽演奏するっていうのはほぼ無理です。はい、お金チップは入らないですね。で、じゃあ仮に自分が自家製ジュースとかご飯を作って路上で売るっていうのをビジネスをやったとしても、稼げてせいぜい1日2000円ぐらいかなっていう感じです。物価がやっぱり安いんで。でも同じ労力をヨーロッパ、例えばロンドンで
できるかわからんけど、やったとしたらそれの10倍ぐらいのリターンがあるんですよ。だったらそれをやった方が時間短縮になりますよねっていうふうに思って、そうロンドンに戻ろうっていう計画です。でこっちで今全然ストリートミュージック、路上で演奏したりとかやってないんですけど、たまにギターなんか本当に雨宿りしながら練習してるとかっていうのはあります。でロンドンに戻った後にまた路上で演奏してそれでお金を稼いでいくかっていうと、今のところあんまりそういうイメージは大きくないですね。どっちかというと、もともとやってた何でも屋さんを再開させようかなとか、日本食レストランに頼み込んで働かせてもらえませんかみたいな風に回っても面白いかなとか思ってます。けど現実的にここ西アフリカからロンドンに飛ぶ飛行機代、もうこれがすでに全然ないということですね。ってなったらもうロンドン試験しかないかなっていう風に至って、そう6月ぐらいからねそれを計画して動いてました。試験ね、いろんなイメージがあると思います。全然おすすめしたくて話してるわけじゃないんで、それを前提に聞いていただきたいんですけども、過去に一度やったことがあるんですよ、治験ロンドンで。流れは大体分かってるんですけど、なんか治験薬が新薬が怖いとかっていうよりも、あれはなんかもう毎日血液検査したりとか、おしっこをコップに出さなあかんとかね、食事には自由がないですし、そういうのが辛い日々かなみたいな、デメリット、頑張らなあかんところみたいな感じで捉えてるんですよ。でその治験に実際参加して、呼ばれたら飛行機代往復が出るんですよ。だから西アフリカロンドンっていう飛行機代を出してもらえるし、西アフリカに戻ってくる飛行機代も出してくれる。でプラス治験に参加してる期間のその報酬、ボランティア報酬みたいなのが出してもらえるんで、そうですね、これしかないっていうふうに思ってますけど、それが最初は8月に実施予定で、先月です。コートジボワールの最大の町アビジャンっていうところから飛行機を抑えてロンドンに戻る予定だったんですけど、急遽3日4日前ですかね、フライトの3日4日前です。実施の3日4日前ではなくてフライトの3日4日前に今回の日程での実施が難しくなってしまいましてっていう、相手都合のキャンセルが連絡来まして、延期になったんですよ。これがね、延期とは言ってるんですけど、いつ開催されるかまだ確定はしてないんで未定です。10月に確定してフライトできたらいいなと思うんですけど、未定ですね。はい。で試験だったり飛行機で飛んだりとか、なんでそこまでして西アフリカにこだわるのか、旅がしたいのか、結構ね入国審査でも聞かれたり、あと町と町の間の検問とかでもパスポートチェックの時に、なんでその旅がしたいのって結構なんか聞かれるんですよ。で答えは正直自分でもわからないんですけど、楽しいから続けてるっていう感じかなと、そうやって答えてますし、はあみたいな顔されますけど、そう楽しいから続けてるっていうのが一番ですよね。今35歳ですけどね、20代の時はお金のために割り切る仕事、お金のために死ぬほど働くみたいなことが結構あったんで、かといってその時の稼ぎお金は一切今残ってないんですけど、30代はやりたいことのためだけに時間を使う、そういう生き方をしようっていうのは、そう30歳になる前から決めてたんですよ。で30歳でイギリスのワーホリ YMS ってやつで日本を離れて今に至るんですけども、そのビジョンは変わらずに、今も自分がやりたいことだけをやるっていう時間の使い方で旅がこうして続いてるっていう感じかな。なんか例えばエベレストに登るとかもそうかもしれないんですけど、なんかその達成感とか経験値以外に特になんかこう得られるものってあるわけじゃないと思うんですよ。こんなん言ったら怒られるかもしれないですけど、そんなわけないよっていう。でもなんか伝えたいニュアンス分かりますよね。自転車でアフリカしたからって言って同じように別に達成感とか以外に得られるものないと分かってるし、そう思うんですよ。でも500万円を用意するとか登山経験がない自分にとってはエベレストに行くよりも、それ今の自分にねしかできないような挑戦として
アフリカ自転車一周旅っていうのは目標を掲げているっていうところはあります。今35歳、あと5年はこういう生き方を続けたいなと思ってるんですけど、40代は今のところのイメージでいくと、これも少しずつね、旅を続けることでイメージがはっきりしてきているところはあります。まだ40代はまだまだ生きてそうな感じがしてきたので、旅が仕事になってるか、食うための職、何か分かんないです。例えばそのラーメン屋とか寿司職人っていうのもありかもしれないけど、とにかくその食うための職をやりながら海外を拠点にしてるっていうのが40代のビジョンです。今のところの変わるかもしれんけど、でその家族を持つとかパートナーを持つとかっていうのは全然イメージないですね。まだそういう基盤ができた後にイメージが湧いてくるものなんちゃうかなって思ってますけど、はい、そんな感じで、考えてます。これからとりあえず2023年予定としては、次のガーナの次はトーゴ、ベナン、ナイジェリアって続いてるんですけど、行けてベナンまでかなと思ってます。今回はね、ナイジェリアはそもそもビザが一番難しい最難関なんですよ。今回の旅で行くとベナンで住民カードを買うっていうところから始まって、総額で多分5万円ぐらいかかる。でそんな資金が今ないっていうのも、遅くともだからベナンからイギリスに戻れたらいいなっていう、そのタイミングが合うことを、試験の募集がねタイミングが合うことを願って進む感じです。その後全てがうまくいきまして、試験も終わる、体も健康、装備も自転車装備も機材も資金も全てリカバリーされて潤沢な状態でですね、再スタート、西アフリカ旅が再スタートするのは来年になりそうですね。でそこから予定通り進めば南アフリカにパパッと行きまして、次は東アフリカルートを走りたい。マダガスカルもですね、タンザニアから船で行けるってことがその WhatsApp グループのチャットで分かってるので、往復で10万円ぐらい船代かかるそうなんですけど、知見がうまくいけばですね、それも捻出できるということで、そういうルートを走りつつエジプトを目指すっていう風な、ルート、それをやりたいと思ってます。はい、それでは長々と話してしまいましたが、話したいことは以上かな。動画見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、この辺の更新はなるべく頻度高くリアルタイムで更新してますので、ぜひぜひチェックしてみてください。動画更新はなるべく頑張ります。ではまた次の動画で会いましょう。さよなら。